君たちが家の扉を叩くと、一人の老人が笑顔で出迎えてくれた。老人はジルバと名乗ると、君たちを家に招き入れた。この老人が村長だろうか。わからないことがあれば何でも聞いてくれ。ジルバはなぜか君たちに対して親切だ。この老人からはいろいろと話を聞けそうだ。さて、何の情報を聞いてみようか。君はドラゴンを見ていないかと尋ねた。すると、ジルバはドラゴンなら先日この島に戻ってきたぞと答える。村は特にドラゴンの被害を受けていないらしく、何も心配しなくていいと話を濁されてしまった。クロエはジルバが言った島に戻ってきたという言い回しが気になっているようだ。ともあれ、ドラゴンがこの島にいることは間違いなさそうだ。君はようやくまともな情報を得たと喜ぶ。村の様子がおかしい。どういうことなのか知っているかと君は尋ねた。ジルバ曰く、島は最近深刻な薬不足で、村人たちは薬に飢えているらしい。彼は村人たちの非礼を浴びて、世界を良くするための代償だと続けたが、さっぱり意味がわからない。君は、あなたが村長と尋ねた。すると、ジルバは村人たちから村長と呼ばれているが、正式にはこの村の管理人だと訂正した。君たちはジルバへの質問が終わると、どうもありがとうと言って家を出ようとするが、ジルバは君たちを呼び止め、この村で暮らす上での規則をまだ話していないと話を続けようとする。君はドラゴンを追ってこの村に立ち寄っただけだとジルバに説明する。ジルバは君たちが村の新入りだと勘違いしていたらしい。そして何かに納得したように。彼はメルブールを指さし、道理で不適合者がいるわけだと不気味な笑みを浮かべた。クロエはジルバの発言の意図をつかめず、どういうことと君に尋ねようとしたが、君はなぜか青ざめていた。呼吸が荒く、顔に汗がにじんでいる。君はもう話すことはないと急に態度を変え家を飛び出した。メルブールも泣き声を上げながら君を追った。君とメルブールを追いかけてクロエたちも家を出たが、姿は見当たらない。家を飛び出した二人はまだそう遠くへは行っていないはずだ。まずは村の中を探そう。クロエたちは民家の前で佇む君とメルブールを見つけ出した。君がこの場所はとメルブールに話しているようだが、よく聞こえない。クロエが声をかけると、君は普段のおちゃらけた調子で、急な腹痛でと謝る。どこか無理をしているようにも見える二人。本当に大丈夫とクロエは声をかける。そんなクロエに、大丈夫、大丈夫と君は言った。心配してくれたのか。そう君が返すと、クロエは、そんなわけないと顔をあからめた。君は村の中で見覚えのある魔法使いの姿を見つける。シラハはこちらに気づいていない様子で、そのまま薬屋に入っていった。白の教団も薬を買うんだなと、君は興味本位で聞き耳を立てることにした。シラハと薬屋の店主が何やらこそこそ話している。特別な薬と注文しているようだが、よく聞こえない。普通に薬を買っているだけで、特段面白いことはなさそうだ。彼女がいるということは、他の白の教団連中もこの村にいるかもしれない。彼らと鉢合わせる前にと、
君はその場を後にした。君は村の出口付近で出会いたくない連中の姿を見つけてしまった。関わると面倒だ。君は物陰に隠れ、彼らの様子を伺うことにした。私たち、隠れてばかり。とクロエが不満を漏らす。白の教団の二人は、何やら白くと話し込んでいる。二人が白くに敬礼していることから察するに、彼は連中の上官にあたる人物のようだ。白くのドラゴンの居場所は分かったのかという問いに、白磁が報告をし始めた。ドラゴンは火山に潜んでいるらしく、すぐに捕獲へ向かいましょうと白磁が進言する。そこへ薬屋で買い物を済ませた白羽が合流する。火山へ入るための準備が整いました。そう言うと白羽は何か薬瓶らしきものを白くに手渡した。白くはご苦労だったと言い、三人組を引き連れて歩き去った。思いもよらぬところから君たちはドラゴンの情報を得ることができた。しかし彼らが話していた情報にはまだわからないことがある。白くが渡されていた薬瓶がどうやら火山と関係しているらしいが、ブルーノは薬瓶に見覚えがあるらしく、あれはあらゆるものを冷やす冷薬だと教えてくれた。白羽が薬屋で買ったのではとブルーノが補足する。ドラゴンが火山にいることは分かったが、村からどうやって行けばいいのか分からない。リディが、あの煙が出てる山だよね、と西の方角を指さす。確かに火山らしき山が見えた。白くと白の教団連中は、ドラゴンを捕獲すると言っていたが、クロエも同じ違和感を覚えたようで、女王が命じたのは討伐のはずと整理してくれた。君は仲間たちがこんなに頼りになるはずがないと不審に思った。メルブールが君の方をつねるが、思い切り痛い。これは夢ではないらしい。とにもかくにも君たちがすべきことが決まった。ドラゴンのいる火山へ向かうため、まずは村で霊薬を調達しよう。君は薬屋の店主に霊薬を売っていないかと尋ねてみると、店主の老婆はにやりと笑みを浮かべ、君に荒ぶるマグマを鎮める方法はと問いかけた。君はその意味がよくわからなかったが、合言葉とクロエが気づく。荒ぶるマグマを鎮める方法はの合言葉を答えてみよう。老婆は確かに確かにと相槌を打ち、でも違うねと言った。商品の購入は許されたが、なんだか目的のものは売ってもらえなさそうだ。老婆はうんうんと静かにうなずきながら、でも違うねと言った。老婆はやれやれという呆れた表情で、なんだ、答えを知ってたのかと言った。君たちは合言葉を見事に当てて霊薬を手に入れた。これで火山へ向かう準備は整った。長丁場になるので準備は入念に。火山に入るなり君の全身を熱風が覆った。ドラゴンを追い詰めるにふさわしい場所だと君は己を奮い立たせる。目の前にマグマの川が流れている。ここを越えることはたやすくないだろう。マグマの川を越える方法はこれだ。君は冷薬の瓶を開け、流れるマグマに垂らす。するとみるみるマグマは固まり、岩の橋となった。